はい、今回は普通免許で牽引ができるキャンピングトレーラー、インディアン RV さんが輸入販売しておりますエメロード 406VIP、 こちらのねキャンピングトレーラーを使って実験をしてみたいと思います。はい、以前の動画でですね、実はこの同じ406をね使いまして、ベバスト製の FF ヒーターがねついてるんですけども、真冬の北海道で8時間ぶっ続けでですね、もう満開で燃焼させて燃料どのぐらい減るかっていう実験を行ったんですよ。でその時に実は、燃料の減り度合いは分かったよと。で逆に電源バッテリーはねどのぐらい消費したのっていうコメントを結構いただいたんですよね。そこで今回は実際にですね、また北海道の真冬にですね、この FF ヒーターを燃焼させてバッテリーがですねどのぐらい消費するかっていう実験をねやってみたいと思います。はい、このですねエメロード 406VIP というねこのキャンピングトレーラーはもちろん普通免許で牽引することができるんですけども、グレードはですね何種類かあるんですよ。でその中でもこの VIP シリーズというのはこのエコフローのですねポータブル電源を電源とするですねキャンピングトレーラーになるんですよね。でその VIP に関しては 1.0、1.6、2.0 というですね、このポータブル電源の容量に合わせて3段階のですね設定があるんですよ。その中で今回は一番大きなですね 2.0 を使ってこのね真冬の北海道で FF ヒーターをねこう満開で回してどのぐらいねバッテリーを消費するかっていうのをやってみたいと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラーいろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、それではね、このポータブル電源の電源をですね、まず入れてみたいと思います。はい。で、ちょうどね、今 100% の状態になってますよね。そして、本来はね、406はこの中にポータブル電源が入ってるんですけど、ちょっとですね、モニタリングができませんので、これ白い液わかります？これだけですね。寒いんですけど、この状態でですね、ちょっと延長コードをね、出しまして、これをですね、ポータブル電源のね、100V の出力に挿していきたいと思います。はい、こちらがね、100V のポートになりますので、ここにですね、まずこれ 100V 出力のボタンを押します。はい、そしてコンセントをね、差し込みます。そうすると、このような感じでね、トレーラーに電気が供給されますので、この状態でですね、実際に FF ヒーターをね、つけていきたいと思います。はい、FF ヒーターのね、スイッチを入れます。はい、ついでにお話しすると、この FF ヒーターってね、最初から絞ってつけちゃうと、昔の言い方をするとですね、かぶっちゃう可能性があるので、基本はですね、マックスの状態でスイッチを入れます。ある程度暖かくなったら、こうね、温度設定をするような感じでね、方がいいと思います。これ分かります？白い液が出てるんです。今結構寒いんですけど、この状態で今ね FF ヒーターを稼働させました。でこれですねちょっとしばらく実験してみたいと思います。今午前中のね9時から今スタートしましたんで、そして FF ヒーターのねスイッチをオンにすると、今ですねこのような感じで115、6ワットぐらい消費してるので、この状態でいくとですね、15時間ぐらい使えるかなっていう感じなんですけど、こんな感じでね FF ヒーターの燃焼実験をね行ってみたいと思います。今ね少しずつね火がついてきましたね。はい、実験開始をしてからですね1時間が経ちました。でちょっとね消費電力を見てみたいんですけど、はい、このような感じで87ワット今消費してですね、残量が 96%、 このままでいくと15時間は使えますよっていう感じですよね。全然減ってないですよね。で今ちょっと撮影のためにこう照明をねつけてはいるんですけども、それを加味してもですね、実際 80W ぐらいの消費です。でつけ始めの時はやっぱりグロープラグに展開したりだとかするので、結構ね電力は 100W 以上上がったんですけども、落ち着いてくるとですねこのような感じでだいたい80、90弱ぐらいかな、消費電力でどうやら移行するようですね。今室内も結構ね暖かくなって、さっきはね
白い息が出てたんですけども出なくなっちゃいましたね。でこのぐらい1時間経ってもこのぐらいのですね推移しております。はい、シートのねマット今ちょっとはぐってみたんですけど、本来はねこの中に入っております。はい、実際今ねこれ延長コードをねつないでるんですけど、ここにですねポータブル電源が来て、まあ出力のところにねこの 100V のコンセントが刺さって、これソーラーとか走行充電のですね充電プラグなんですけど、これもね本体に刺さる仕組みになってるんですよ。本来はねここにねあるんですけど、今はね実験のために分かりやすいようにねこう延長コードを伸ばしてここにね置いてはいるんですけど、実際はねこの中に収納されております。このねシートの中に入ってしまうので操作がねことしづらいかなと思うかもしれないんですけど、実際このですねデルタマックス 2.0 は Wi-Fi でですね携帯とリンクができますので、この主電源さえ入ってればですね携帯でオンオフ 12V や USB の出力 100V の出力は実は携帯でですね操作することができます。はい、実験開始からですね約2時間が経ちました。消費電力をね見てみましょう。こういう風にするとですね、はい、今だいたい90、80後半から 90W を消費して、あと 92% 残があってですね、このままでいっても14時間は使えますよっていうね感じです。全然減ってないですね。そして、このトレーラー内のですね温度はと言いますと、ちょっとすみませんこれアナログなんですけど、だいたいねもう20度ぐらいになっちゃいましたね。開始2時間でマイナスだった室内がもう20度まで行きました。なので最初撮り始めた時僕もねこのジャンバー着てたんですけど、もうね結構暑いぐらいになってきてますね。なので全然ねこのまま行ってもですね消費ないの感じですよね。で実際は今これ撮影のために照明をねこれつけてるんですけど、単純にこれ FF ヒーターだけのね力だったらどのぐらい減るかっていうのをちょっとね消してみたいと思います。まずこのスポット照明を消して、このですねラインの LED 照明も消します。そしてセンターのこのね大きな LED 照明もこのような感じでね消して、室内はほとんどこう照明がついてない状態にしました。で単純に今 FF ヒーターしか動いてないんですけど、それで見てみるとだいたい40後半から 50W ぐらいですので、 FF ヒーター単体でねこのぐらいの消費電力ですね。なので落ち着いてしまえば結構消費電力少ないですよね。これ50W ぐらいって言ったら、これ19インチの液晶テレビなんですけど、19インチの液晶テレビでね 35W ぐらいなんですよ消費電力が。なので液晶テレビだとか、例えば携帯を充電したりだとかっていうのをやったのと大した変わらないぐらいのですね消費電力っていうことが分かりますよね。なので結構こう安定してしまうとそんなにですね電気をですね食わないんですね FF ヒーターはね。はい、実験開始からですね3時間が経ちました。今はですね残量はと言いますと、はい、今もまた照明つけてますのでだいたい 90W ぐらいで、残がですね 87% のこのままでいったら13時間ね使えますっていう風になっております。はい、中もですね非常にあったかいです。今ね温度計を見てみると25度ぐらいですね。もう夏場ぐらいのね気温になっちゃいました。非常にねこれあったかいですねもうね。はい、そしてですねこのエメロード406のですね FF ヒーター本体は実はですねこのシートの下にですね隠れております。はい、このですね406に関してはこちらにですねベバストの FF ヒーターがついております。ちょっとファンの音が今うるさいかもしれないんですけども、ここからですね、燃焼して、そしてですねダクトにですね温風が送られております。はい、そしてねこの FF ヒーターの温風ダクトをですねここに本体がねあったんですけど、ここからぐーっと来てですね、まず1つ目はねここから暖かい温風が今ね出てます。そして2つ目もあるんですけど、2つ目はこの向かい合わせのですねこのダイネットスペースの足元にですねこちらにあるんです。ここからもねあったかい温風が今出てるんですよ。
そしてね、3つ目がね、あります。それはですね、はい、こちらのトイレ、シャワールームを開けた、ここにですね、実は温風ダクトがね、計3箇所あるんですよ。で、これね、非常に実はポイントが高くて、なぜかというと、ここの仕切られた、このフリールームといいますかね、トイレ、シャワールームの中に、暖かい温風が出てるということは、例えばスキーだとかね、スノーボードとか釣りとかやられる方って、結構濡れ物をどうしようっていう問題になるんですけども、ここにですね、例えばハンガーパイプだとかね、突っ張り棒だとかをして、こうね、ウェアだとかをね、ここにかけてあげると、ここがね、乾燥室として使えるんですよ。で、もちろんですね、ベンチレーターもね、自然環境のベンチレーターもありますから、少しね、換気もすることもできて、そしてね、この中のね、濡れ物とかジャンバーを入れた状態で閉めてしまえば、この中をね、乾燥室として使えますから、これね、スキー、スノーボードだとかね、釣りだとか、濡れ物をね、ちょっとね、乾かしたいなって思ってらっしゃる方はね、これ非常に有効なんですよね。これ406に関しては、トイレルームにですね、ダクトがあるっていうのがね、非常にポイントが高いです。はい、実験開始からですね、4時間が経過しました。今ね、バッテリーの状況を見てみますと、はい、81% 残で、あとこのままいっても13時間はつけれますよっていう風に、ね、なっております。そして室内のね、温度はね、結構もう暑い、もう30度くらいですね。もうね、この中は夏と大した変わらないぐらいの温度になっております。非常にですね、これあったかいですね、室内はね。で、外気温もですね、今マイナスギリギリいってるぐらいのね、外気温なんですけど、中はですね、30度というですね、温度になっております。で、これだけですね、3時間、4時間でですね、室内を30度ぐらいになるっていうことは、このトレーラー自体のですね、断熱が非常にいいんですよ。で、ちなみにですね、この406だとか376インディアナさんのね、やってらっしゃるトレーラーっていうのは、断熱のですね、材料が違うんですよ。で、例えば、これ、横壁なんですけど、これだけのですね、厚みの XPF 断熱材というのが使われているんです。これ、横の外壁のね。そしてこれ、床なんですけど、さらにこれ厚くてね、これ40ミリぐらいあるかな。このぐらいのですね、断熱材がびっしり入ってますので、要はですね、外気の温度に影響されづらいんですよ。今ね、外気温はマイナスぐらい、そして室内温度はですね、約30度ありますので、断熱材がしっかりしていることによって、このですね、室内が暖かく保てるね、秘訣なんじゃないかなと思います。なので、このインディアナさんがやってるエメロードシリーズね、もしくはキャンピングトレーラーに関してはね、このような感じで断熱材が全然違います。はい、撮影を開始してから6時間が経過しました。もう一回ですね、見てみたいと思います。はい。今ですね、FF ヒーターにも合わせて照明もつけてますから、これ80ワットぐらいのですね、消費と、残がですね、72% の、このままでいくと、12時間使えますよっていう表示になっております。はい、そしてトレーラーの中のですね、温度も、30度ちょっと越したかなぐらいですかね。もうこの中はですね、真夏日のように暖かいです。はい、ちょうどね、今3時過ぎなんですけど、今日はね、このようにちょっと分かりますかね、雪がね、降ってきました。外気温もですね、多分、マイナス2、3度ぐらいにはね、なってるかと思うんですけど、はい、インディアナさんのですね、キャンピングトレーラーは、このですね、ベバスト製の FF ヒーターをですね、搭載しております。走行中にこのね、ヒーターをつけておくことができるんですよ。で、これ何がいいかっていうと、キャンピングカーであればね、同じ室内ですから、例えば冬にスキーやスノーボード行こうと思ってヒーターをねこうつけたりだとか、車のヒーターをつけとけば中が全体温まりますので、現地に着いてから寒い思いをするってことはないんですけど、キャンピングトレーラーに関してはね、昔のそのガス方式の FF ヒーターの時はまさか走行中もガス開いてヒーターをつけるってなかなかやっぱり危険なのでできなかったんですよ。なので現地に着いたらヒーターをつけなくちゃいけない。それまでの間トレーラーの中が非常にね寒くなってるっていうことがあったんですけど、このね灯油式 FF ヒーターをつけたことによって
実はですね、走行中、要は現地に行くまでの間、このね、トレーラーの中を温めておくことができるんですよね。その時に注意しなくちゃいけないポイントが実は一つあって、それはね、この排気のですね、マフラーなんですよね。で、雪が多いところのね、雪国だとか、ここ北海道になると、その FF ヒーターをつけたりだとか、走行中にはそのマフラーにですね、雪がかぶらないようにしなくちゃいけないんですよ。で、今からね、ちょっと外の方に行ってみますので、そのね、ヒーターのマフラーをですね、見てみたいと思います。はい、406のですね FF ヒーターのマフラーは右フロント側のですねこのタイヤのちょっと前ぐらいにこの FF ヒーターのねマフラーがついてます。でこれ何がね大事かというと、走行中に例えばね雪国だとかここ北海道もそうなんですけど、雪がねこう巻き上げてこの FF ヒーターのマフラーにこうね雪が団子になってしまうと、そもそもですね FF ヒーターがつきませんので、ここにね雪がついてないかなっていうのをね随時確認した方がいいかと思います。で今ねもう燃焼が始まってるので、ここはね非常に今熱い空気が出てますから、なかなか雪がねぽちゃっとくっつくことはないかと思うんですけど、冬にですね FF ヒーターをつけ始めるときはまずですねこのマフラーをですね雪がついてないかなっていうのを点検する必要があります。はい、実験開始からの7時間経ちました。7時間ですね、経過しました。見てみましょう。はい、69% 残の後ですね、11時間つけ続けることが可能のようです。そして、もうね、外もだいぶ暗くなってきたんですけど、温度がですね、30度ちょっと超えたかなっていうぐらいですかね。はい、結構ね、中は非常にあったかいです。はい、で結果的にはですね7時間つけ続けて、約 30% 消費、69% 残ですから、なのでほとんどですね、半分以上はこのね残量残ってるような感じですね。なので結構ね消費電力は落ち着いてしまえばそんな高くないんですけども、このぐらいのですね消費電力ということが分かりました。で FF ヒーターも実際はね弱めることなくもう満開でこれマックスでつけ続けているので、ずーっと7時間 FF ヒーターをですね最高潮の状態でつけ続けてるんですけど、そういうふうにしてもですね結局のところははい、あとまだ11時間つけ続けることができますから、ほぼ丸1日、今ね半日計算ぐらいですけど丸1日はですねこの FF ヒーターをつけることが可能という結果がね出ました。単純に FF ヒーターだけの消費電力を 40W ぐらいなんですね。先ほどお話ししたんですけど、これをですね実際これ室内のですね照明をね全部満開でねつけたらどのぐらい消費してるかっていうのをね見てみたいと思います。はい、まずですねこのセンターの照明をつけて、ライン照明のね LED も最高潮にして、このスポット照明もつけます。一部ね。そしてキッチンの上の照明もつけます。続いて2段ベッドのところのダイネットスペースのですねスポット照明とライン照明ともう一個のね照明もつけます。そしてこのトイレシャワールームの照明と、今ですねこのトレーラーの照明ね関係がもう満開でテレビあったね。テレビもですねよいしょ、テレビも作動させます。室内の装備品を満開で動かしても118から120W ぐらいですね。オフにしても8時間つけ続けることができますので、丸1日は大丈夫そうですよね。エメロード406の照明をですね満開、そしてこのテレビもね稼働させても総トータルのですね消費電力を約 120W ぐらいっていうことがね分かりました。この状態でもあと8時間ねつけ続けることができますので、結構ね持つような計算ですよね。はい、今回はですね、普通免許で牽引ができるキャンピングトレーラー、インディアン RV さんが輸入販売しております、エメロード 406VIP についてます、このポータブル電源エコフローのですね、
デルタマックス2000を使った消費電力実験いかがだったでしょうか。結果として残量でねお話をすると 69%、 約ね7割残っている状態。そしてですね、あとこの状態でいっても11時間ね稼働させることができますよっていう表示だったんですよ。実際ですね、この FF ヒーターを満開、これマックスにしてね7時間つけ続けたんですけど、それぐらいしかね減らなかったので、このねポータブル電源にするねメリットは非常にあると思うんですよね。で実際は FF ヒーターもね今30度ありますから、30度にしなくても例えばね少し暖かくなったらこう温度を下げればさらにですね消費電力はね抑えられますし、使えれる時間もね長くなりますから、低く見積もったとしてもですね丸1日2日はですね全くねこれをノー充電でこの中をね冬でも北海道の冬でも快適にですね過ごせることが分かりました。はい、そしてねこのねポータブル電源にはちょっとね一つ問題がありまして、問題っていうのがですねこれリチウムイオンのですねポータブル電源なんですけど、リチウムの特性上ですねマイナス環境がね少しね弱いんですよ。一応この EF デルタのですねエコフローのこのポータブル電源は使用はねマイナス20度から使うことができるんですよ。ただ問題はね充電がマイナス環境下だと入らない可能性があるんですよ。なので賢い使い方とすれば、ここ北海道もねマイナス20度まで下回るってなかなかないんですけども、マイナス10度前後ぐらいはありますから、そうなってしまうと充電が入らないんですよ。なので明日からですねスキースノーボードに行くのこのトレーラーを持っていこうかなと思った時に、このポータブル電源は取り外すことができますから、あらかじめ車外にねポータブル電源を持って行って自宅内で充電をしておいて、そして翌日ね使う時にこのまたトレーラーの中に戻して使い始めるっていうのがいいと思うんですよ。一応ですねマイナス20度から使えますから、もしこの中がね寒くてもヒーターを焚くうちにだんだん室内が温まってきますから、そうなってくるとこれがですねまともに動くようになりますから、マイナス20度まで、ね、なかなかいかなければですねこの中は快適に使うことができますので、おすすめな使い方とすればこのですねまず行く前にこれを取り外してご自宅で充電しておくっていうのがねいいんじゃないかなと思います。はい、今回はですねこのエメロード 406VIP に搭載されているこのエコフローのポータブル電源を使った消費電力実験を行いました。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーやこういうキャンピングトレーラーのですねパーツのお話もしますので、もしよかったらですねチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。